ビニラーもしろです。ということで今回もスクバスやっていくんですけど、今回はこちらですね。スクバスサービス終了っていうことでやっていきたいと思います。ということで、いつものテンションでね、挨拶を取ったわけなんですけど、スクバスのサービス終了のお知らせっていうのが来たっていうところで、この動画ではまずスクバスのサービス終了のちょっと詳細を見ていこうっていうのが一つ目ですね。で、その次が、このスクバスに対しての思いじゃないですけど、その辺の思いをちょっと話しながらと。で、最後、真っ白個人を応援してるよっていう声もありがたく、いただいておりますので、ちょっとどうしようかなというところで、だらだら見ていただければと思います。はい、ということで、スパセルの公式サイトの方に、この記事が出ていたので、こちらを元に一緒に見ていこうかなと思います。で、一応ね、概要欄の方に記事貼っておくんですけど、英語の文章になっていたので、ちょっと日本語翻訳をね、かましているところはあるんですけど、はい、一緒に見ていければと思います。スクワットバスターズの開発は終了、最終アップデートは2025年12月というタイトルですね。で、まずこの辺で書かれていることは、2024年の5月にスクバスをリリースして、皆さんに遊んでいたことは嬉しく思っていますと。今回の失敗ですね、スーパーセルは失敗から学んだことを誇りに思っています。スクワットバスターズは特に過去の長いベータ期間を経て、得た教訓を生かす機会となりましたと。スクバスっていうのは開発してからグローバルリリースまでが結構早かったっていうので、ちょっとね、話題というか、スーパーセル好きの方はね、ちょっと知ってるかもしれませんが、そういったゲームだったんですよね。これまでのスーパーセルのゲームで行くと、クラッシュミニとかね、いろいろあったと思うんですけど、ああいうのっていうのは、結構、ベータ期間っていうかね、グローバルリリースまでにかなりの時間を費やして開発して、すごく長く作り込んでいって、でもダメだったっていうところから、スクバスは逆にかなり早めの段階でグローバルリリースに踏み切ったっていう挑戦をね、していたっていうのはあって、で、それはそれででも失敗だったよねというところが、ここに書いてありますね。最終的に私たちが学んだのは、やり方が間違っていたということですということで、スパセルの会社単位で見ればね、そりゃ、あえてね、ベータ期間を長く持つか短く持つかっていう挑戦は必要だと思うので、その一つのこの経験値っていうところはあると思うんですけど、はい、そういった感じでね、書かれていますね。で、スクワットバスターズに関しては、2025年の初頭には、岐路に立たされていましたと。スクバスが私たちの夢見たような世界的現象に成長することはないかもしれないと受け入れるか、それとも創造的な方向転換をするかという、選択ですと。で、私たちは後者を選んで、ヒーローっていうものがですね、2025年の5月に登場したっていうところで、そういったね、大胆なゲームチェンジを選んで、スクバスの可能性を再定義する試みでしたと。だけど、ダメだったよね、というところですね。で、数ヶ月にわたる検討の末、スクバスの開発を終了する非常に難しい決断を下しました。で、その次ですね、この後に、スクバスのちょっと今後のことについて書いてあります。まずは、2025年12月の最後のアップデートを1回実施して、最新のロードマップで公開したコンテンツの一部を含める予定ですというところで。これまで、一応12月までね、いろいろ、新ヒーローが出たりとか、新キャラが出たりっていう予定があるんですけど、そこは一応実装予定ですよと。で、それが最後のアップデートになりますよっていうのは書かれています。で、その後もしばらくはダウンロードしてプレイしていただけます。2026年中に開発を終了する予定ですが、年王でいいのかな、年王までは開発を終了しない予定です。これがですね、ちょっと時系列的なところを整理すると、最後のアップデートは12月ですね。2025年の12月。で、その後もしばらく遊べるっていうところなんで、2026年の半ばくらいまでなのかなは一応遊べるっぽいです。明確な日にちは出てないんですけど、どうなんだろう。今後半年くらいはまだ一応遊べる状態なのかなと、勝手に想像していますが、2026年からも少しの期間は遊べそうっていうところですね。ただ、アップデートとかね、新コンテンツとかは、おそらく12月の最後のアップデートで終わるという感じが書いてあります。で、少し下の今後の展開っていうところですね。ここ、見ておきましょう。まずはアプリ内購入ですね。課金の部分なんですけど、10月30日をもって終了っていうことなんで、これはもうね、終了していて、ゲーム内の方からショップも購入できなくなっていると思いますし、アプリ内購入はもう終わりましたよと。で、2025年中に購入していただいた場合は、そのポイントをクラロワ、ブロスター、クラッシュオブ、クラン、ヘイデイ、ブンビーチを含む他のスーパーセルゲームに移行できますということなんで、2025年中にスクバスで課金をしたよっていう人に関しては、他のゲームにその分をね、移行できるっていうところなんで、手続きをしっかりとやっておきましょうと。で、移行手続きは11月の10日からプレイヤーサポートを通じて開始されて、2025年末まで受け付けられます。で、移行の手順もここに
に書いてあります。こちらに関してちょっと真っ白もまだやってないし、詳しくはこちらの記事を見ながらっていうのと、あとはサポートをうまく使いながらっていうところでぜひちょっとご自身で挑戦してみてください。で、さらにっていうところで、スクバスの合計プレイ時間に基づいて、他のほとんどのゲームで無料バンドルをお受け取りいただけます。また、発売以来限定販売となっていたスクワットバスターズをテーマにしたコスメティックアイテムも復活いたします。これらを獲得して、スクワットの一員として、他のゲームへお連れする最後のチャンスでっていうことなんで、これまでね、遊んだプレイ時間、だから課金しない人も対象なのかな、ここの遊んだプレイ時間とかに関しては。これらの報酬は11月の10日から2025年末までご利用いただけます。他のゲームをプレイしたことがなく、報酬の受け取り資格を得たい場合は、11月10日までにダウンロードしてスーパースライディを連携してくださいっていうところなんで、はい、まあ、スクバスを遊んでた人っていうのはね、この他のゲームに、まあ、何かしらちょっとアイテムとかがね、もらえそうっていうのがあるので、一応ね、スーパーセル ID の連携ですね、この日にちまでに設定しておくというところが大事になってくると思います。で、その下ですね、このお知らせによって多くのご質問いただくことは承知しており、それらをオープンにお答えしたいと考えています。11月13日にゲーム内で書面による Q&A を公開し、今回の決定についてより深く掘り下げていきます。こちらのフォームからご質問をお送りください。で、またスクバスのストーリーと今後の展開について他の方法でもお伝えできるように検討しています。スクバスをプレイし、サポートし、それを信じてくださった皆様ありがとうございましたと。ここ最後ですね。まあなんでこういう決断に至ったのかとか、まあユーザーの中にもね、いろいろあると思うんですよ。なんでこういう方向性取らなかったのとか、まあこういうことを実装して欲しかったけど、なんで実装してくれなかったんだとか、なんかそういったところですよね、多分。答えていきますよっていうところなんで、まあちょっと気になる方はね、この記事にあるフォームの方から質問を送ってみてください。はい、っていうところで、まあ最後の挨拶が書いてあって、このね、リリース時の写真と共にっていうところなんですけど、はい、こんな感じの記事が公開されていました。はい、ということで先ほどはスパセルのお知らせ文を見ていきました。まあ課金した分を他のゲームに移したいとか、そういった方に関しては一度しっかりと目を通してご自身でぜひ進めてみてください。っていうところなんですけど、この次に喋るのは、まあ、このサービス終了を受けての真っ白のダベリ会でございます。はい、喋っていきましょう。で、ちょっと映像として、まあ、真っ白の過去の動画っていうところでね、スクバス 1.0 の時の、はい、映像なわけなんですけど、はい、こちらをね、映しながらちょっと喋っていければと思いますので、聞いていただければと思いますが、まず、まあ、サービス終了を見てのどう思ったのかっていうところなんだけど、まあまあ、驚いたくらいかな。今日っていう感じですね。今日なのみたいな。ほんとそれくらいで、まあ悲しいとかはないかな。だってもう今日でさ、その驚きの方がでかくてさ、まあ、いや今日なんだ、みたいな。もう受け入れるしかなくねみたいな感じですね。で、まあ、予想としてはね、来年くらい持つかなと思ってた。2026年中かなと思ってた。けど、まあ1年早かったね、くらいですね。まあ喋りたいこととしては、まあサービス終了、なんでこうなっちゃったのかな、なんで盛り上がらなかったのかなっていうところを考えてみると、やっぱりね、個人的に思うこととしては、アップデートの少なさに尽きるのかなと思います。で、まあもうちょっと言うと大きく2つくらいに分けられて、1つはバランス調整とか新コンテンツだよね。コンテンツの少なさ、新コンテンツの少なさっていうところが1つでかいかなと思います。で、もう1つっていうのはバグ修正の対応。まあこの大きく2つに分けれるかなと思います。で、バグ修正の方から話すとね、ほんとね、やっぱスーパーセルのゲームをね、遊んでる方は特になんだけど、めちゃめちゃバグに敏感だと思う。特にブロスター、クラロワっていう世界大会があるようなゲームっていうのは、ほんとね、バグに対して敏感で、バグがあれば SNS で話題になって、早く直してと。で、さらには、まあ、プレイヤー同士の中でもね、バグ使って勝って面白いのかっていう、まあ論争が起きるくらいには、バグに敏感だと思うし、スクバスもそっち側の傾向なのかなと思ってたけど、まあ1年半くらい遊んでて思うのは、もうそういった風潮がなくなっちゃったことだよね、スクバスに対して。ほんとね、バグの対応が遅すぎて、余裕で1、2ヶ月治んないし、まあ半年くらい治ってないものとかも全然あったしってことで、そこがやっぱね、遊んでて、しぼんでいく原因だったのかなっていうのは一つ思います。ほとんどが新キャラ、新イベント、開催、バグがあります。1、2ヶ月放置。もうこれがね、常に状態化。これが普通になってしまっていた。これがマジで良くなかったね。っていうのも、やっぱね、YouTube を撮ってる視点からすると、おすすめできないよね。そんなバグを。新キャラ登場したけど、バグで弱いから使えません。なんだよね。だから新キャラに関する動画とかマジで作れないんよ。ほんと最近、直近で言うと、ソニックだね。コラボもして、ソニックがスクバスに登場。
なんだけど、バグで弱かった。だから使えません。新環境何が強いですか？ソニック強いですか？弱いです。バグってるから弱いですっていうね。だけどソニックのポテンシャルってめっちゃ強かったんよ。めっちゃ強かったけど、バグで弱かった。それで1、2ヶ月使われなくて、SNS でも盛り上がらなくて、輪が広がらなくてっていうのはね、でかかったかなと思います。っていうところでね、本当他のゲームでは考えられないバグ修正の対応っていうのが、一つしぼんでしまった原因なのかなと思いますね。なんでこんなバグに対して対応しなかったのかなっていうのは、同じスパセルゲーだけどありえないくらいバグ修正の対応は遅かったっていうのはね、複抜やってて思いますね。で、もう一つっていうのが、新コンテンツの少なさだったり、バランス調整の少なさっていうところなんだけど、これもね、バグ修正と一緒で、マジでね、コンテンツがなかったね。そうだね。バランス調整はマジで求めてたね。もうぶっ壊れだもんね。ぶっ壊れキャラしかいなかったもん、ほんと。ぶっ壊れ使わないと負けるから、デッキのレパートリー少ないでしょ。で、デッキのレパートリー少ないとね、YouTube でもマジでね、取り上げづらいんだよね。ホグライダーなしでも勝てますとか絶対言えなかったもん。言えなかったというかないもん、そんな編成が。バーバリアンキングなし編成で勝てますとかね、そういうのなかったね。なんか面白編成とか、なんかクラロワだったらさ、今の環境だけに刺さるデッキとかね。今、ペッカが流行ってるから、ペッカだけを対策した編成とかあるじゃないですか。そういうのがね、やっぱなかった。そういう遊び方がちょっとできなかったね。強すぎるキャラが強すぎたし、キャラクター数も少ないし、そういった環境がね、ずっとあった。それが状態化していた。ほんと、なんでこんなバランス調整少ないんだろうって思ったね。1、2ヶ月なんで変わんないんだろうって。だからそこがでかかったのかなと思います。で、あとは、新コンテンツの少なさ、イベントの少なさっていうところなんだけど、ほんとね、これも1、2ヶ月だらに来ない、新キャラも来なければ、星5って言われるね、新しい、進化形態みたいなところですよね。クラロで行くと、限界突破っていうのが今来てるのかな。毎月1体くらいは限界突破キャラっていうのが登場してると思うんだけど、スクバスはですね、ほんとね、1、2ヶ月、いや、2、3ヶ月に1体来るかなレベルだったんで、埋もれているキャラの、新しい能力でっていうのもないし、環境も変わんないし、遊んでてもね、まだ来ないのっていう状況だったし、で、イベント系もマジで来なかったね。ミニイベントがね、毎週間隔で来てくれたりとか、何個かのミニイベントをずっとぐるぐる回してくれるだけでも嬉しかったんだけど、何にもイベントがないみたいな。ただただエメラルドハントを遊ぶしかないみたいな状態がでかくて、そうだね。イベントとかあれば、やっぱね、YouTube の動画のね、再生回数にも関わってくると思うしで、何かしらやっぱミニイベントは常に来て欲しかったなと思います。クラロワとかクラクラとかもね、ミニイベントとか結構頻繁に来てるよね。だから、ライトユーザーもイベントを中心に遊びながら、ガチ勢はトロフィーを競い合ってっていうのがね、うまくね、作れてると思うんだけど、スクバスはね、それができてなかったと。もちろんね、それはリリースして1年ちょっとのゲームだから、基礎の部分ができていないとかはね、もちろんわかるんだけど、基礎の部分が出来上がってるね、10年も続いている、クラクラとかと比べるっていうのはどうなのっていうのは、もちろんあるんだけど、そもそも、お知らせが来ない、運営が何にも言わないっていうのがでかかった。なんかね、運営のやっぱ発信の少なさっていうのも、一つあるのかなと思います。今月はこれを用意してますとかっていうのをね、やっぱ言ってほしいよね。他の、スパセルに関わらずさ、他のソシャゲとか見てても、今月はこういうイベントを用意してますとか、ちゃんと毎月とかね、毎週とか発信してる、ゲームもありますし、そういったところもでかかったのかな。とにかくね、運営からの声がなさすぎたね。なんか、1ヶ月くらいだんまり決め込んじゃって、で、ユーザーの熱も下がっていって、1ヶ月くらいした時に、1、2ヶ月した時に、ちょっと、新イベントって言ったと思ったら、ミニイベントですみたいな感じで、1ヶ月も待ったのにミニイベントってなっちゃうんだよね。毎週毎週、ミニイベントです、ミニイベントですだったら、今週はこれか、今週はこれかっていうのになると思うんだけど、1ヶ月2ヶ月待って、ミニイベントですって言われても、みたいな。っていう、なんか盛り上がりきらないっていう感じだよね。熱がもう冷め切っちゃってるみたいなのがね、でかかったかなーっていうのは思いますね。だから本当やっぱ新作ゲームだからこそ、ある程度数でカバーした方がいいんじゃないかなっていうのは
遊んでて思いましたね。もちろんね、マシロがゲーム開発をしたこともないし、別にスパセルのね、内部事情を知ってるわけでもないから、どういった状況で今これができる、できないとかはね、もちろんあると思うし、外野からガヤガヤヤジを言ってるだけっていうのはそりゃそうなんだけど、圧倒的にクラロワ、ブロスター、クラクラに負けてる点しかなかったっていうところでね、同じ会社のゲームとは思えないくらい、その新コンテンツの少なさ、バランス調整だったり、バグ修正だったりが行われなかったのかなとは思います。スクバスを遊んでるユーザーっていうのは、やっぱある程度クラロワとかブロスタとか、クラクラから流れ込んでるっていうのが多いと思うんですよ。スーパーセルのキャラクターが登場するし、スーパーセルのゲームを好きな人がね、一定数やっぱいると思うんですよ。だからそこの温度差もあったのかなと。同じ会社のゲームとは思えないくらいアナウンスがなかったね。っていうところがでかいのかなと思います。ちょっと、長くなってきましたが、これ以上話すと、これ以上話すというか、同じことを繰り返すだけだと思うんで、本当ね、そこに尽きるかなと思います。クバスはマジでね、ゲーム性だけで言うとね、一番面白いね、スパセルゲームの中で。クラロワとかブロスタとか、クラクラ遊んでて、そっちももちろん面白いんだけど、やっぱね、スクバスが一番面白いんだっていう一人ではあります。一番ド派手だったもんね。一番気持ちよかったもんな。スクバス 1.0 の最初とか、マジでね、楽しかった。一気に敵を倒した時とかはね、ほんとね、他のゲームにはない魅力を秘めてたなと思います。だからそこは間違ってなかったのにいいなーっていうね。特にね、スクバス 1.0 は間違いなく面白かった。これだけはね、言える。はい、というところで、これ以上話してもね、同じことを話しそうなので、ちょっとここで割愛してっていうところなんですけど、最後に、真っ白の方向性というかね、ちょっと話していければと思います。まず一つ目っていうのが、このチャンネルは残します。スクバスのね、サービス開始からの歴史が、詰まってます。ほぼほぼね、全体の環境を見れるくらいには、ざっと見れるくらいには、いろんなスクバスの動画が残ってるので、またこのチャンネルに来ていただければ、スクバスってこんなんだったよねと、最強キャラ登場したのはこの時期で、コラボも開始したのがこの時期で、そしてスクバス 2.0 になったのがこの時期でっていうのはね、全部残ってるので、たまに、このチャンネルに来て、スクバスを思い出してくれたら、非常に嬉しいですね。で、もう一つっていうのが、真っ白自体はやっぱね、ゲーム実況をまだまだ続けたいなって思ってるし、YouTube の歴で言うとね、ほんと1年半くらいなんで、まだまだね、動画投稿していきたいなっていう気持ちがあったりするので、このチャンネルで引き続き、スーパーセルのゲームの実況をやっていきたいなとは考えています。はい、というところで、どのゲームを実況するか、ちょっと全然、まだ決めてないですね。っていうのも昨日知ったから、このチャンネルで引き続き、スーパーセルのゲームの実況をやっていきます。で、ゲーム内容はまだ決まっておりません。いろいろ考えてるんですけど、ちょっとそこは固まってないので、また固まり次第ね、動画で喋っていければと思うんですけど、そういった感じで、スクバスの動画は残しつつも、引き続きこのチャンネルでスーパーセルのゲームの実況をね、やっていきたいと思っています。というのもやっぱり、スクバスで一定クリエイターとしてね、活動させてできるっていうところまでね、応援されているので、もうちょっとやっぱりスーパーセルのゲームで YouTube 動画投稿していきたいなっていう気持ちがあるので、そこは引き続きやっていきます。で、いつ頃から始めるとか、どのゲームを始めるっていうのはまだ未定でございます。なんで、ぜひね、この動画見たいよとかあったら、コメントしていただければと思います。で、スクバスの動画はいつ頃くらいまで投稿するのっていうところなんだけど、これもね、未定ですね。準備が整い次第、じゃあブロスターを実況しますとか、じゃあクララを実況しますっていう、準備が整い次第移行できたらなと思うんだけど、少なくとももうちょっと考えたいので、1、2週間くらいは最低でも11月の初め頃くらいまではスクバスの動画投稿します。投稿予定でございます。で、さらに、2025年内はアップデートが来るっていうところなんでね、新キャラも登場しそうっていうのがあるので、そういったのが出てきた際には動画作りたいなと思っています。はい、っていうところで、スクバスの動画はね、もうちょっと投稿予定ですね。11月の初め頃、中旬くらいまでは一旦方向性も考えながら、スクバスの動画を投稿していく予定でございます。毎日更新するかちょっとわかんない。毎日更新できるかわかんない。動画ネタがなくなったら、潔く止めるかもしんない。サービス終了受けたので、はい、っていうところで、ちょっとね、わかんないけど、もうちょっとスクバスは遊ぶ予定です。少なくとも2025年内は、ちょこちょこでもね、動画を投稿していきたいと思っていますので、まだまだスクバス遊ぶよって方はね、ぜひ一緒に遊んでいきましょう。っていうところかな。スクバスだからお前を見てたっていう方もいると思うんで、本当にその方にはありがとうございますっていうところだし、別のゲーム実況するんだったらチャンネル登録解除するわっていう人もね、いると思うんで、それはそういうもんだと思うので、はい、ご自由にっていうところではあるんだけど、まずはね、スクバス動画一回でも見てくれた方は非常に、嬉しく思います。ありがとうございます。
で、今後はもうちょっと投稿するし、まあ、どっちかというと、スクバスの思い出とかをね、話すような動画投稿っていうのをね、今後はちょっと続けていきたいよね。で、今回話しきれなかった、ここの部分も、スクバスが盛り上がらなかった理由の一つだよねっていう動画もね、やっぱいくつかあるんでね、細かい仕様なんだけど、この仕様があるから、バスは盛り上がらなかったんじゃないかっていうのもね、あると思うし、そういったのもぜひコメントで書いていただければ、ちょっと動画としてね、作っていきたい。一緒に動画作っていただければと思います。はい、というところで、まあ、今回こんな感じで終わりますか。まあ、だらだら話してすごく長い時間になったと思いますが、まあ、皆さんいろんな思いもあると思うので、ぜひコメントで書いてください。変なコメントは書かないでね、いろいろ来るんだよね。スクバス終わってよかったねとか、何がみたいな、お前の中ではなっていうのはあるんだけど、こっちに言われても知らないからね。開発してる人じゃないからさ。そういうの言われても困るんだよね。っていうところもあるので、そういったコメントは、しないでいただいて結構ですので、はい、スクバスの思い出ね、楽しい思い出とか、良かったところ、いや、ここはちょっとねっていうところですね、もうお待ちしておりますが、はい、ぜひ、チャンネル登録して、引き続き、真っ白の応援と、そして、スーパーセルのね、ゲームを楽しんでいく。そこは忘れずね、やっていきましょう。ということで、よければチャンネル登録、高評価お待ちしております。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。涙の色はエメラルドブルー、宝石みたいに光ってる。流れ星を見上げていたあの夜も